おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと前でやりますけど、はい。ポイントをね、ちょっと誰かこの前立ってみて、こう入るときにもう大体見て取っちゃうわけ。この人の空間性とか密度がどのくらいあるのかなとか。はい。で、この状態がね、それで、ここの時にやった時にとりあえずもうやっちゃってるわけですよ、ずっと。はい。わかります？はい。やってるっていうかですね、様子見ね、こっちの方がこうやって動かしていくわけ、空間性を。例えば、こっちを前にちょっと出すとしたら、空間性ふっと前に出したりするってやったりすると、こう行くで、動きが出るでしょ、空間に。はい。はい。やってやったら、ふってやったら。で、ちょっとふってちょっとやっていく。やってから、そこの空いてるところに行くわけです。わかりました？はい。はい。それで後ろから見たときにこの人が何者か分かってないとダメなの、一瞬で。見て。足利さんの話が非常に絶妙という感じで良かったなと思いました。で、そこで翔子さんの先生が途中に入りましたんで、背中の方を指示入って、それが入った時にはちょっと親和するところがありましたけど、それ以外は非常に生っぽいというか。今までに比べて随分と自然に見えました。ずっと見てても飽きない感じがします。二人の間、なんか線があるみたいで感じしました。僕は足利さんが後ろを取ってるっていうのが見えましたけども、翔子さんとのやっぱり距離感がすごく遠い感じに見えました。足利もなんかこれでも強引にやろうとしちゃうとダメよ。強いとまた浮いちゃうのよ、ビヨッと濃くなって。だからうーっとこういう顔をすると、こっちの空間がなくなっちゃうわけよ。はい。はい。分かった、だからそれよりもこっちにないなって言った時にふっとここにあるものとそこにあるものと距離感もする、ね、それでこっちは大丈夫かなとかこの人のはどうなのかなって考えるわけ。わかりました？だからこの人を見た時に前の人を見た時にどういう状態か一瞬で撮るわけ。わかりました？足利さんが音と合ってないで勝手になんか動いてる気がしたんですけれども、後ろ向いて加賀さんを見たのと思うんですが、そしたらこう馴染んできた感じがしました。こちらから見るとなんか前の人が後ろの人を撮ってる感じ。後ろの人は全然前に見ていなかったと感じていました。最初加賀谷さんが全体見てる感じがしたんですけれども、自分でなんか踊るってなると足利さんを抑えてしまう感じがしました。で、後半はまたちょっと馴染む印象がありました。足利さんと加賀さんが別々で踊ってるように最初見えましたが、後半なんとなくこう馴染んでるように見えてきました。それからフォローしようという意識は見えるんですけど、それをやろうとするとどんどんちょっと加谷さんの方も強くなってきちゃって、なかなかこう一緒に交わらないような印象がありました。それが足利の場合っていうのが空間性をこう決めちゃってるわけですよ、こうやってね、この角度で、ね、後ろもあるんだけど、この角度で決めた時にこのまま回らしちゃうとサーチライト当てるみたいな形になっちゃうわけ。わかります？こっちを押さえてるよね。そしたら今度こっちでこっちで出さないとこうやって。はい、わかりました。
こういう形で、はいね、若いそのままこうやって持ってきちゃったら持って回っちゃうともうかき回してることなんですよ、空間を。はいはいわかりますわかりますね。はい2人に言えることはね、意識が一定なんですよ。こう見て顔ね、こうあるとするよね。ね。顔ね、これがずーっとこのまんまなんですよ、2人とも。はい。わかります？はいこれがもっと風がふって吹いてきてこうなったりするとほら顔変わんない？はい。ね。でこれが出てる人はこうなったりする。読ませない時にイメージ使うんだよ。こういうふうにやってる時にふーっとね、こうイメージがこう流れていくわけ。すっとふーっとこうなっていく。ね。そしたらまたこっちから来るとふーっとこう流れるだけじゃなくてそれに今度こうやって反応していくとかさいうのがあるね、距離感とって。わかります？はい。八王子のその風景を目いっぱい海さんが撮って相当雄大によく素晴らしかったなと思いました。でミーさんがちょっとうちにこもったような感じがありまして、もっと足なんかも使ってできたのかなという感じがいたしました。でちょっと小さかったんですけれども、うずみさんが消すことでミーも引き立てたりとか、そういう呼吸もあって、うずみさんが頑張ったかなっていう感じがしました。うずみさんがすごい見応えがありました。ちょっと途中フレームアウトしそうな時にあれと思ったんですけれども、また最後も面白かったと思います。でミーさんもうちょっと入るところはパッと見たらススッと入っていいんじゃないかなと思いました。で少し弱いと思いましたけれども緊張感途切れずに頑張ってると思います。ミーさんは外で踊るとどんな感じでした？体の感覚っていうの。質問。はい。体の感覚がなんか広いの感じがありました。あまり体の意識がしなかったですね。外にいると。気持ちでどう関わろうかなとかそういうこと？そうですね。環境、自分の体の意識が、部屋の中の結構比べると、外にいると体の意識はあまりなかった。はい。やっぱり外出たときに、風とか空気の冷たさとか、そういうものと体がどういうふうに反応しているのかなって、それは室内でやったときの、なんとか、ね、体と情緒みたいな、体と気持ちが一体になるみたいなものが、今度外へ出ると、外の環境と体が、やっぱりそこで、共鳴していくって、そこのところにもうちょっと、広げて関わった方が、体でどう受け止めるかっていうことで、ある種の体の厚みとか、重さみたいな、なんかちょっとふにょんとして、存在感が大きかったなと思います。はい。ミーさんは自分のことはやらないようにしてるなって見えたんですけど、どうしてもマスク外して。腰が内股になってたりとか、ちょっと見えにくいところがあるんですけど、ちょっと腰が若干折れてるせいで、意識が前にしか行かないのかなっていう、そこはもったいないなっていう感じがしました。かなりミーさんも頑張ってて、後ろの方、前回より後ろの方に取ろうとしているっていうのがよく見て取れました。だんだんなんか、うずみさんとの関係もよく見えてきて、良かったと思います。
で、水戸さん、その竹やぶの中のこう妖精みたいな、そんな見え方をするポエジーなところもあったんですけれども、やっぱり竹がこう起立してる中で、ちょっと恣意的な動きに感じられるところもありました。そうですね。私も最初竹いい環境だなと思ったんですけれども、踊りが始まった途端に竹の存在感がすごいので、厳しいところだなと思いました。で、やっぱり竹の方に目に行ってしまうので、2人の関わりとか見えない感じでした。竹と相性が2人とも合わないなと思って見て。入りさと竹は合っているように思いましたが、ずっと一定なので、後ろ向いた時にいい感じになったなと思いました。で、あと水戸さんはちょっとふわふわしてて、合ってないなと思いました。でも、入澤さんが固定している感じがしました。もう水戸さんが後ろに動いてるの、竹の影が体と一緒になんか踊っていると、なんか面白さがありました。じゃあそういうことで、ちょっと最後の入澤の後ろ向きが横向きがちょっと面白くなったから、そうそう、私。じゃあ今度八王子の人、切れたね。東京に緊急自動宣言ですから、外出ないように。あ、そうなんもしもし。はい。緊急事態宣言が出たんですよ。だからくれぐれも外には出ないようにさ、ミンさんにも言っといてくださいね。それでちょうど切れて寒いでしょうから、じゃあ今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。